黒ずきんの目次へようこそ。前回動画をもって白木森シリーズは一括りとさせていただきましたが、リクエストが多数あったため、アザミナ型の白木森まで動画化しようと思った次第です。断罪のディアベルスターと白魔女ディアベルゼがアザミナに敗れ、断罪に至らなかったイフストーリーと考えるとまた面白いですね。そんなバッドエンドを迎えてしまった2人の魔女の末路は、フリミチャンネルの動画をチェック。今回の動画は前回動画白木森の教科書週の応用編となるので、新規カードの使い方や展開についてわからないという方は、まずはそちらからご覧ください。また、これから白木森やアザミナを触るよという人は、白木森の教科書やアザミナ白木森について解説した動画を覗いてみてね。白木森を一から覚えるにあたって、必要な情報をすべて網羅しているだけでなく、白木森がより楽しくなる一冊となっています。目次です。参照だけにてお送りします。タイムテーブルとデッキレシピは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章聖アザミナ。アザミナ出張については再三にわたり紹介していますが、アザミナエクストラを軸に戦う上で欠かせないのが、この聖アザミナというカード。1の永続効果により、相手は自身の場、墓地、除外ゾーンのカードを対象に取ることができなくなり、マリスをはじめとした一部デッキに対するメタとして非常に厄介な置物として機能します。また、2効果により、融合召喚したターンに、デッキエクストラのアザミナモンスターを SS でき、この効果でアザミナモアレジーナを出力することで、墓地の幻想魔族モンスターを毎ターン蘇生して使い回せるほか、アザミナや財宝カードの効果にチェーンして二面除去の妨害を構えることができます。そして財宝ストーリーのラスボスであるアザミナは、開始のターンに聖アザミナと相手モンスターで超融合することで出すことのできる大型モンスターで、相手の攻撃力0のモンスターを封じることができ、手札誘発や白木森ミラーのメタとして機能します。アザミナの素材となった聖アザミナは、レジーナで釣り上げれば問題なく、そのレジーナをトップハットヘアの素材にしたり、除去されてしまった場合でも、聖なるアザミナで回収できるため、リソース切れも起こしづらいです。第2章構築の紹介。アザミナ型白木森とは言いますが、ホストにしたいモンスターのいない白木森におけるアザミナは、白木森、アザミナとつなげていくことで、初めてその進化を発揮します。アザミナ展開と喧嘩する白木森の魔女の枚数を減らして、欺きを増やすことも一時は検討しましたが、欺き書道では聖アザミナとシルビアを立てて終わりですし、モンスターコストに手札誘発でも切るのという話です。せっかく書道の太くなった白木森目線、白木森の魔女を減らすこと自体、本末転倒以外の何者でもないため、メインデッキは前回紹介した構築と何ら変わりありません。アザミナについては、リゼット・オア・シルビー書道の際に、白木森の魔女を介さずに向かう、あくまでももう一つのギミックとして分けて考えるのがいいでしょう。あるいは白木森の魔女の枚数はそのままで、欺きの枚数を増やし、貫通札としての役割を持たせるかです。白木森の魔女の制約は、幸いにも発動後ではなくサーチ効果の一部のため、うららなどで止められた場合に欺きで貫通することができます。エクストラ枠は、赤き竜、コズミックブレイザードラゴン、サイコエンドパニッシャーを解雇して、第1章で取り上げたアザミナの大型融合体を追加しました。
アザミナ型ではバロネス先出しで2ビルケアができるのが偉く、赤き竜を出す余裕がないため問題ないです。第3章展開の紹介。アザミナ展開が可能なリゼット・シルビー書道による2パターンの展開を紹介します。白き森の魔女書道については前回動画を参照。まずはリゼットプラス魔法罠コスト書道の展開。聖アザミナの融合召喚には聖なるアザミナと2枚の財宝カードが必要になります。前回動画でちらっとお話しした聖なるアザミナにチェーンして財宝狩りの悪魔を発動し、断罪のディアベルスターをサーチすることで1枚から2枚分の財宝カードを賄う動きですが、そうすると黒魔女に触る手段がなくなり、盤面が少し弱くなってしまいます。そのためこの段階で先に白魔女ディアベルゼから入っておくことで、あらかじめ断罪を用意しておきましょう。聖アザミナでレジーナを SS、 レジーナで欺きのコストとなったヨーマディアベルを蘇生。ヨーマディアベルはディアベル名称でもあるため、断罪のシンクロチューナー出力のトリガーにもなれることに加えて、自身も妨害効果持ちなので、白魔女よりも優先的に盤面に残したいです。レジーナもアザミナや財宝カードにチェーンする形で、二面除去のできる妨害効果持ちなので盤面に残したいところですが、ヨーマディアベルと断罪の性質上、一面は開けておく必要があり、プラスで聖アザミナも盤面に残しておきたいため、とにかく盤面を圧迫します。罠で妨害できるトップハットヘアをリンク召喚することで盤面を開けていきましょう。トップハットヘアは幻想魔族なので、相手ターンに白き森の財宝から出すシルビアの素材になることもできます。エンド時、墓地の欺きを回収して、ヨーマディアベルのコストを確保。一面しか空きがないため、相手ターンの妨害の順番が難しいですが、ヨーマディアベルがいる時にしかシンクロチューナーを出力できない断罪から優先的に使っていきたいところ。続いてヨーマディアベル。マローシルビアを展開することで、融合素材に光属性魔法使い族を要求するシルビアの素材を確保します。白き森の財宝で盤面を開けつつ、マローシルビアをアザミナ化。リゼットを回収できているので、ガーディアンキマイラでも可です。最後にアズルーンを展開しましょう。最終盤面はバロネス、エグゼキュートドラゴン、シルビア、アズルーンプラス断罪、ヨーマディアベル、トップハットヘアによる計7妨害プラス聖アザミナ。開始のターンには聖アザミナと相手モンスターでアザミナも出てきます。聖なるアザミナでレジーナを回収して再度融合召喚。そして聖アザミナを釣り上げれば、そこはもうアザミナの手に落ちた白き森です。続いてシルビープラス魔法罠コスト書道の展開。シルビー書道ではヨーマディアベルを出力するため、
欺きをコストにしてさらに回収する必要があり、そうすると言い伝えの墓地回収効果を使えず、白魔女を SS するための魔法罠コストが1枚分不足します。そのためルシエラーゴからは、コストを要する黒魔女に触る財宝狩りの悪魔ではなく、広き森の財宝をサーチしましょう。以降はおおむねリゼット書道同様の展開です。リゼット書道と異なり、最終盤面に白き森の財宝が残らないため、自分の場のモンスターを能動的にどかす手段がありません。そのため妨害を打つ順番は、先ほど同様断罪からか、もしくはモンスター扱いの自身をリリースして相手モンスターの SS を無効にするアズルーンから入り、ヨーマディアベルは最後に使いましょう。最終盤面はトップハットヘア、バロネス、断罪、ヨーマディアベル、アズルーンの計6妨害プラス聖アザミナ。アザミナ型白き森の紹介は以上となります。準構築にするか、ディアベル出張までにとどめるか、もしくは大型のアザミナモンスターまで採用するか、前回動画と合わせて皆さんの好みに合った構築を選んでみてください。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。